土木学会長として土木とグローバル化について各界の人をお呼びして対談するシリーズ第2回目です。本日の対談相手は日本建築学会副会長の野口貴文先生です。野口先生、お忙しいところお越しいただき今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。野口先生と私は偶然と言ってよろしいですが、専門が同じコンクリートであります。そんなこともありまして、野口先生との付き合いは30年以上になります。で、それが今回対談の相手になった理由ではないんですけれども、実は野口先生に今回お越しいただきましたのは、昨年日本建築学会と土木学会とが覚書を交わしました。で、覚書に従いまして両学会が共通する課題に対して共同で活動していこうということを確認いたしました。で、その共同活動するの答えとして共同タスクフォースが立ち上がり、で、共同タスクフォースの日本建築学会の代表が今日いらしている野口で、土木学会の代表が私、上田となった。それが今日の対談にお呼びした理由であります。このような覚書に至った背景なんですけれども、両学会は活動内容が類似するものが大変多い学会であります。で、今までも両学会の専門家が個人ベースで、例えば土木学会の活動に建築学会の会の方が参加する、もしくはその逆で建築学会のオフィシャルな委員会活動に土木学会の会の方が参加するというようなことは行ってまいりました。それ以外にも適宜両学会が共通の課題、共通のテーマで活動するようなこともありました。例えば東日本大震災の後の対応、もしくは調査、それから適宜行われているというのも両学会の学会誌ですね、学会誌の共同企画などがあります。しかしながら、それらは全てアドホック的でありまして、定常的ですね、定期的に同じテーブルに両学会の専門家がついて、ある共通の課題について話し合うような場は今までございませんでした。そんなことから実は、そんな場もなかったものですから、建築学会に相談することも難しいような状況だったんですけれども、たまたま日本学術会議に土木工学建築学委員会というものがありまして、そこに両学会の専門家の方が委員として参加しています。その委員会の委員長の小林清先生、元土木学会長がと委員である私の友人でもある前川光一先生にご相談を申し上げたところですね、快くですね、建築学科の学会側の竹脇前会長と田辺現会長と話し合う場を設けていただきました。で、そこで、このようなですね、恒常的に話し合うような仕組みを作りましょうという提案を申し上げましたところ、大変好意的に捉えていただきまして、で、またその場でですね、田辺会長から実はそんなことをやったのに覚書がないねという発言がありまして、覚書を交わすという方向に至ったわけです。で、その非公式な会合の後、数ヶ月の時間を経まして、昨年の11月に両学会長、その当時は土木学会は田口会長で、日本建築学会は田辺会長でしたけれども、両学会長で覚書が交わされたという、そういった経緯があります。で、本日はもう実際動き出しましたこの共同タスクフォースについて、日本建築学会側のヘッドである野口先生にこれからいろんなことをお話を伺いたいというふうに思っております。
野口先生、これからしばらくの時間、いろんな質問攻めをいたしますけれども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。土木学会の内部ではですね、今言ったような経緯に基づいて、内部で、覚書の準備をする。で、覚書に対して、最終決定、機関である理事会などもですね、スケジュール通りスムーズに進みました。で、昨年の11月の覚書に至ったわけですけれども、日本建築学会側としてはですね、そのあたり、内部の状況はどうだったんでしょうか。はい。予想全然できなかったんですけど、私自身コンクリートの研究なので、先生もよくご存知のように、全く同じコンクリートを、別の形で使っていると。で、時には一緒に共同し、時には少し、方向性が違うという形で、議論をしたりという状況で、私レベルだと多分一緒にやることの意義ってすごく、あるなというのはすぐに認識できるんですけど、建築の中でも、計画であったりデザインであったりっていったようなところであるとか、あとも室内の環境の設備問題とかっていうところは、そこまで土木との一緒のメリットが何かあるのかっていうようなことはもしかしたら、そこに見出すものがないんじゃないかなとは思ってたんですけど、実はそんなことなく、もうすんなりと理事会の中でも、共同で何かやって活動をするっていうことには、もう意義を皆さん見出されてました。はい。なので、もう全く心配もなく、現在に至って、活動としては多分建築の中でもですね、今選ばれた人になってますけど、どんどん皆さんが手を挙げていただけるんじゃないかなというふうには思ってます。非常に活発な前向きなそうですね。捉え方ですね。私もですね、この話を最初にした去年の政副会長が会で両学会の時もですね、土木学会側の参加者よりも日本建築学会側の副会長の皆さんが活発に発言されたので非常に鮮明に覚えておりまして、建築学会側がこういう反応をするというのは、ちょっと予想以上だったものですから、本当に嬉しい誤算だったんですけども、じゃあ実際建築学会の中でもそうですね、そういう感じだったということなんですね。むしろ私は違いもそれなりに理解を、同じコンクリートを扱っているというところでの、そこに潜んでいる違いっていうのがやっぱり理解はできているつもりなんですけど、それを先生と同じ日本コンクリート工学会の方で統一しましょうっていう委員会を何回もやって、何回もやってなかなかそこが難しいっていう状況なので、やっぱり、長年のやっぱり文化の違いみたいなものはどうしてもあって、そこを無理やり統一しましょうっていうわけではなくて、やっぱり強調していきましょうっていうのが多分建築学会としての理事の皆様のスタンスとしてあって、それで一緒に共同していくべきっていう、そういう形だったかと思います。なるほど。あれですね、こういう状況を見ると、もっと早くからこういうことをお互いに声をかけ合えばよかったかもしれないですね。そうですね。今まではなかなか土木学会側としてなんとなくですね、日本建築学会はきっとこういうふうに呼びかけてもポジティブな反応がないんじゃないかっていうことをおっしゃる方が土木学会はかなりありましたね。だからなかなかそういうことができてなかったっていうのもあるような気がしますね。多分お互いに誤解をし合っているところがあったかもしれません。多分トップダウン式とボトムアップ式っていうあたりも、普通に考えるとトップダウン式って、非常にコンサバティブな状況も生まれがちっていう、下手をすると。で、ボトムアップはむしろ革新的なことっていうのが起こりやすいようなふうに思えるかもしれないですけど、実は私の印象だと、トップダウン、ボトムアップは多分そのままなんですけど、そこがもしかしたら全く逆のコンサバ系と、そうでない革新系は、そこ入れ替わってんじゃないかなというところがあるんですね。なるほど。トップダウンでありながら革新的なのはどうかなっていう、すごい印象を持ってます。なるほどね。
だけど土木ってそれがなかなか通らないかもしれませんね。そうですね。だけど本当に皆さんが最終的に納得するようなことであればそれで通るんですけど、なかなか難しいっていうのは印象がありますけどね。それでですね、今は多分野口先生は日本建築学会の全体の状況の説明だったと思うんですけども、野口先生ご自身としてこのような一緒にやっていくということに関して、今までどう思われていたで、今回どういうふうに今思われているのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。先生、私のご紹介していただいたときに30年代とおっしゃいましたが、正確に申し上げると、多分37年になります。私、学生の頃に、前申し上げたかもわかりませんけど、岡村教授、上田准教授、丹羽講師、前川助手の、体制の時に、確かゼミみたいな講義をされてて、いや、これ講義なのかと思ったんですけど、ゼミみたいな講義だったんですよ。講義だったんですね。で、出席してて、本当に皆さんが活発に、あるテーマに議論を毎回互い、交わしされてて、すごい印象的だったんですね。なので、その時から、ある意味同じコンクリートを扱っているので、当然勉強しなきゃいけないことっていうのは、たくさんあるだろうということで関わってきましたし、それから私も土木学会の会員に、確か90年代にはなりまして、早いですね。僕が建築学会になるより早いかもしれない。ですね、高流度コンクリートって、というか自己重点コンクリートというか、ハイパフォーマンスコンクリートというか、あれの委員会が土木学会にありましたね。あった時に、やっぱり小沢先生から、呼ばれまして、で、加わった時に、これ会員にならないとまずい、申し訳ないですねっていうことで会員になりまして、で、それ以来、時々、LCA 系もですね、そういう意味ではお呼びいただいて、会員として、活動に参加させていただいて、非常に活発な、活動が、それも、ある意味、建築学会より潤沢な予算を持っていらっしゃってて、活動されてたので、すごい驚きました。コンクリートはそうなんです。そうですか。少々売ったお金が全部、活動費になるんで。で、その頃に先生おっしゃった、その30年代っていう、土木と建築一緒になって、アジア、それも含めて、一緒に、ヨーロッパとかアメリカで、企画があるんだけど、アジアはアジアの企画を持つべきですっていう、そういうすごい、理念を立ち上げられたのに賛同した形で、私も加わらせていただいて、ずっとそういう意味では、上田先生の背中をもう本当に20年ぐらいずっと見続けてきたんですけど、そういうこともあって、私自身土木と建築の中で、ある意味一緒に協力し合って何かするっていうのは全く違和感なく来てまして、で、お互いに、若干違うところがあるので、そこの部分はそれぞれで進めていけばいいんじゃないかと。で、どちらが、どういうふうに分野を分けてっていうより、やっぱり切磋琢磨し合うっていう環境がそこには生まれてて、非常にコンクリート関係でいうと、技術レベル、研究レベルっていうのは高い状態をずっと保ち続けてこられてるんじゃないかなというふうに思います。なので、今回その共同で合同タスクで何かをするっていうことになった時に、やっぱりお互いの知見をやっぱりちゃんと、共有し合って、それが多分欠けてるところとかですね、不足しているところを補いながらだと、本当に多分一般の方々って土木建築って区別なく思ってらっしゃいますよね。そうですね。なので、何が違うか分かってない。なのでその辺がちゃんとシームレスにつながることで、より一般の方に対して貢献できるんじゃないかなとは思ってます。なるほど。ありがとうございます。
あれですね、そうすると、私と同じで、コンクリートが専門であるということから、土木建築の垣根っていうのは、感じにくいっていうんですかね、一緒にやっていく方がいいということをずっと思われてたということですよね。で、だけど、今回のやつも日本建築学会と土木学会がコンクリート分野のために一緒にやるわけではない。いろんな分野を網羅してますから、両学会は。そういう意味だとですかね、コンクリート以外のという意味では一緒に活動するということに関して、先生ご自身どういうふうにお考えでしょうか。今回いろんなテーマが上がってますが、一番トップバッター的にこう来てるのが、多分災害対応だとは思うんですけど、最近のやっぱり豪雨災害って本当に毎年のように夏から秋にかけて本当に大災害をニュースを聞かない年がないぐらいになってきてて、で、治水って本当に建築側からするともう我々問題関係ないよねっていうふうにこう思ってたところがあるんですけど、津波の問題が起きたときに、実は津波について言うと、建築物、津波に対する設計って、そういうのほとんどなかったっていう。ほとんど少しはあったってことですか？いや、そういうの全然なかったかもしれません。耐水建築っていう言葉さえもなかったので、その頃に、耐水建築が必要だっていうことで、研究始められて、学問としての体系を作り始められた方がこう出てきたぐらいのところなんですね。で、それが今は豪雨災害って津波まではいかないまでもよく似たようなことにやっぱりなっちゃうじゃないですか。で、一昨年ですかね、熱海のね、土砂で、ああいう感じのね、ことだって、あれに建築耐えなきゃいけないのかっていう、少なくとも耐えなくても、人命だけはなんとか確保できるようにしなきゃいけないっていうのは、もしかしたらあるんじゃないかっていうのが最近こう考えられ始めてて、そういう意味では、単に、土木の治水問題だけではなく、建築もやらなきゃいけないことってあるんだなって、気づかされちゃったっていう、っていう状況が今です。ですけど、ちょっと、突っ込んで返すんですけれども、その斜面が崩れた、川が氾濫して、その結果として、すぐそばにあるいろんな建築物ですよね。被害を受けてるっていうのは昔からあるじゃないですか。そうですね。で、あれに対してはもうしょうがないという諦め感だったんですかね。あれを工学的に対処しよう、構造的に対処するというような考え方はなかったってことなのかな。その辺がもしかしたら思想がですね、地震に対してはね、あって、火事に対しては実はなかったっていうのはご存知かもわかりませんけど、酔い越しの銭持たないっていう、江戸の花っていうのは、喧嘩と、でしょ。で、火事もなんですよね。で、酔い越しの銭持たないんですよ。つまり、お金貯めてても、もうすぐ、確かですね、2年に1回ぐらい大火を起こって、みたいな形なんですね。で、かつ、伊勢神宮も20年式年宣言じゃないですか。つまり20年以上持たないっていう意味で、こう、やっちゃってて。で、耐久性とか、長寿命化っていう、こう、話になった時に、やっぱりコンクリート系の人とかは、どうしても文化が向こうから西洋から来てるので、我々長持ちさせなきゃって思っちゃうんですけど、それを欧米の人に言うと、北条記の世界の人種が何言ってんのって言われることがあって、そういう意味で、災害に対してどう対処すべきかっていうあたり、やっぱり新しい建築物を作り始めて起きてきたんじゃないのかなと思います。なるほど。
コンクリートであったり鉄が入ってきて、それを利用している限りにおいては、当然地球環境も考えると長持ちさせてっていうことかなと思うので、多分そういう意味では本当に共通で考えなきゃいけない問題がいっぱい出てきたのかなと思います。なるほどね。そうですね。今野口先生がおっしゃられたのは、今タスクフォースの中で話し合いの中で6つの課題が抽出されましたよね。でそのうちの1つが災害対応なんですけれども、でそれ以外にも出てきてるのが、そもそも、我々の両学会の会の皆さんが一緒に共同して活動することに対してどういう思いを持っているのかを調査することと、そういった意識調査の結果などに基づいて、我々の今後の共同、一緒に働くという意味での共同の方向性の検討とか、そもそも土木建築の社会価値自体をどういうふうに我々として認識するのかとかという、すごいジェネラルな課題から、あと災害対応みたいな個別の課題なんですけれども、それ以外には、野口先生の専門に近いと思うんですけど、カーボンニュートラルの対応ですね、あとデジタルトランスフォーメーションの話、それから、もしある意味でコンクリートの我々に近いかもしれませんが、土木建築の設計の基本の作成とかですけれども、実際出てきたタスクフォースの議論の中で出てきたこれらの課題をご覧になって、どういう感想をお持ちですかね。強調してですね、ある目的に向かって、答えを見出そうとして、その答えが、相乗効果を生むような問題と、それから、理解をし合った上で、っていうのは、アンケート調査のワーキングもありますよね。どういう意識を持っているのかっていうこと。で、それから、価値をっていう意味でそれを受けてどういうふうに価値を生み出すかっていうのがあるんですけど、もしかしたらそのあたり、それぞれの、学会の、それこそさっき申し上げたようなトップダウンとかボトムアップとか、コンサバだとか革新みたいなところが、若干もうずっとこれまで培われてきた100年とかっていう、それぞれの学会のね、歴史の中で、もしかしたら、そこに住み着いてて、そういうものをなかなか崩せない。例えばなんですけど、コンクリートの中にも配合と調合ってあるじゃないですか。多分、これって、もう崩しようがないっていうか、融合しようがないようなレベルであったりするような、だけど理解し合っちゃってるので、全然問題ないですね。そういうところもあって、別にそこを融合したから、それによってなんか飛躍的に何かが良くなるかっていうわけでもなくて、生コンで使う場合配合で全然我々も構わない。我々が逆に調合っていうのを使い分けてるだけっていうようなところもあって、なので、今回の中ではお互いの違いを認識し合って、ちゃんとそこを尊重し合いましょうっていう、ところが明確になるようなこともあり、で、一緒にやることで、それこそ災害対応なんていうのは多分飛躍的に向上すると思いますし、それから、脱炭素っていうかカーボンニュートラルもですけど、これってある意味、目的同じなので、全く。そこで違う対処をしていることは、社会のやっぱり混乱を絶対招いちゃうと思うので、もうこれまた同じコンクリートを使っているにもかかわらず、カーボンニュートラルの方向違ったら、もう、それから DX もそういう意味では、DX を達成するための技術は、多分、土木も建築も、それこそ全産業関係なく、あるベースは同じだと思うので、そういう意味では乗っかるような、そういうプラットフォームが同じようなところは、もうそこの上に一緒に乗っかって、それをベースとして、うまく強調して同じものを作り上げていくっていうのは、非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあ、それぞれ課題として出てきたものは、本当に成果としてが出れば、両学会にとっても非常にメリットのあるものだというお考えということですね。一つだけ、先生が一番関わられる
設計の基本、ここが一番どういうふうになるのか、すごい興味津々なんです。つまり、設計の本当の目標は、安全性の確保であったり、他は経済性であったりっていうのもあるかもしれませんし、あるコストのもとに最適解を求めたりとか、で、安全性を当然確保しなきゃいけないとか、その中にカーボンニュートラルも入ってくるかもしれないですけど、そこはもう多分共通理念なんでしょうけど、その手法が、もしかしたら今多分違ってると思うんですけど、それが私にとっては配合と調合と同じぐらいのレベルにしか感じられないので、そこがどういう収まり方をするのかは非常に興味津々です。なるほどね。そうですね。その具体的な話はここで私が指揮がどういうとはあれなんですけど、どういう形になるかですよね、多分ね。モデル的なコンセプトを出して、そのコンセプトに整合すれば、いろんなやり方を許すという方向になるんじゃないかなと思うんですけどね。あと、土木建築の違いだけじゃなくて、材料の違いとか、構造とか、それから基礎構造の違いとかね、いろいろありますので、なかなかそこは難しいと思います。